内容は、Solidity のプログラミングのブックの中にちょっと内容を使いました。で、これね、ブロックチェーンの特徴はブロックチェーンネットワークとかあってんで、今回、リセントライアプリケーションのは、そのアプリケーションに必要なデータをリセントライ分散型に保存するの形ですね。で、このブロックチェーン特徴を持っている、アプリケーションです。従来、DApp の開発するためにいろいろなプラットフォームがあります。その中に今一番多く使うのがエテリウムですね。エテリウムブロックチェーンプラットフォームを使っています。で、エテリウムの以外にもハイブレッジュ、ファブリックとか、ポーカド、サブストレイ、またね、EOS とか、バイナンスマスチェーンを最近よく使ってますね。で、あと、ソラナ、カードノとテーゾとネオとかいろいろありますね。でも、多くの使うケースのはエテリウム使うんですね。で、あとは、企業、コンソーシアムのプラットフォーム、ブロックチェーンプラットフォームでしたら、ハイブレッジュファブリックの使うも多いんです。で、エテリウムのプラットフォームの上に DApp の開発するのために Solidity というプログラミング言語を使います。で、Solidity は、エテリウムのプラットフォーム以外にも、バイナンス、スマートチェーンとかも使いますですね。私覚えてる限り他のプラットフォームも多く Solidity の言語を使いますがね。で、これ、環境、この開発する環境のためにいろいろなフレームワークを使います。トラフォーとか、ハートヘッドとかですね、ブラウニーとか使ってます。で、今日、授業のために、これらのフレームワークインストールするのはちょっとかなり大変ですね。フレームワークインストールするのは、ね、エラーとか発生することも多いので、ちょっとかなり大変なタスクですね。なので、オンラインのフレームワークすべてを、これをインストールしたオンラインツールを使って開発します。で、このフレームワークを使って、下に、フロントエンドのライブラリ、Web3GS とか、ね、8GS とかも使ってます。でも私たちはこれを気にしないんですね。ちなみに今回のクラスには Ethereum プラットフォームを使って、Solidity 言語を使って DApp の開発します。これね、まずは Ethereum Virtual Machine とは何と言いますと、基本的にはブロックチェーン台帳にトランザクション、取引のみね、格納されていますが、スマートコントラクトも格納されたければ、Ethereum Virtual Machine が必要です。ね。トランザクション、取引の情報以外にも、他の内容、スマートコントラクトの内容も格納したければ、Ethereum Virtual Machine が必要です。Ethereum Virtual Machine EVM が Ethereum ブロックチェーン上でスマートコントラクトを実行されるためを作られましたのですね。例えば、今、Ethereum ブロックチェーンネットワークの上に、各ノート、マイニングのため、各ノートをブロックチェーン台帳を格納するの以外にも EVM もあります。で、DApp の開発するときに、まず、Solidity コード。私たちはスマートコントラクトの内容を Solidity 言語によってコーティングします。で、コーティングしたコードを Solidity Compiler のツールによって、この EVM バイコースを作成します。この EVM バイコースは、ここに EVM Ethereum Virtual Machine が理解できるのコードです。で、その後、この EVM は、この Deploy Contract、ね、EVM バイコースの Deploy Contract を、ブロックチェーン台帳に内容を追加します。
ですね。Solidity Compiler のがよく知っているのは SOLC ですね。使っています。で、例えば、皆さん、Ethereum ノートに、ブロックチェーン、スマートコントラクトを書くときに、まずスマートコントラクトですね。これをバイコードに変更して、で、AVM は、この内容を理解して、この内容を、スマートコントラクト内容ですね。バイコードを書くマイニングノートに書きます。だから、ここですね。EVM ノートによって、そのスマートコントラクトの内容は、普段の、取引の内容と似ているコードに変更して、そのコードをマイニングノートによって、ブロックチェーン台帳に皆さん何か質問あるんですか？説明通りに皆さんわからないでしたら、ちょっと質問してくださいね。ごめん。私ちょっと忘れちゃったんですね。授業のね、参加するの方には外国人もいるんですね。ちょっと日本語わからないので、たまに私は、ね、英語で説明しますね。ごめんなさい。ちょっと内容に戻ってますけど。I'm sorry. So today, yeah, I just shortly explain in English. So today we will start to study about how to develop the DApp, decentralized application. Yeah. For develop the decentralized application, we can use many platforms. So currently, Ethereum is okay. Okay. Ethereum, Hyperledger Fabric, Polkadot, and Alas, Binance Smart Chain, and many others. And currently, most of application, we develop in running in Ethereum blockchain platform. So therefore, today we focus on how to develop the DApp in running in Ethereum blockchain platform. Yeah. And to develop the DApp in Ethereum, we use the Solidity language. Yeah. And in this platform, we can install many frameworks. But for this short class, so we do not install the framework, but we use the online tool, online site, which already integrated this framework. Yeah. And to develop the blockchain application in Ethereum, so the Ethereum use the Ethereum virtual machine EVM. So when we develop the application, we need to coding the smart contract in Solidity language, and then inside the tool, so we have the Solidity compiler SOLC, which compiles smart contract content into the EVM bytecode, and the EVM bytecodes will be written into the blockchain ledger. Okay. Yeah. So that's all. OK ですね。で、大体ね、スマートコントラクトの内容を、このようにブロックチェーンの台帳の中にね、書きます。で、取引の内容の以外にも、トランザクションですね、スマートコントラクトの内容も格納します。これがトランザクションの内容ですね。これは一つの例ですね。ブロックチェーン台帳の中に何の情報を書くのか一つの例です。例えば、これブロックハッシュですね。そしてブロックナンバー。それこれ from 誰から作成したのか。それこのガスフィーとかですね。ガスプライスとか。で、このトランザクションのハッシュ、ね。とナンスとか。どこに送ったのか。ね。大体、そしてこのブロックに difficulty のナンバーは何とか。difficulty は前回皆さん勉強したのはターゲットね。ターゲットの値によって、このブロック作るのはどのぐらい難しさ、difficulty があるのか。
ね、この difficulty の値のはネットワーク全体で決めます。あと、パターンハッシュとかですね。ルートマコティルートハッシュとか、いろいろ情報があります。この情報ですね。OK。So, solidity とは何と言いますと、solidity programming language は何との話ですね。で、エテリウムの上で動くスマートコントラクト開発する言語です。これは JavaScript の文法と似ているプログラミング言語です。皆さんは JavaScript を使ったことがありますか？ JavaScript を使った人手を挙げてください。ですね。So, anyone's already used the JavaScript language, so please raise your hand. Oh, OK。かなり多いですね。13人ですね。OK。じゃあ、Solidity を使った人、手を挙げてください。If you already used the Solidity, has experience on use Solidity, please raise your hand. I think you should have. Yeah. OK? はい。ありがとうございます。まあね、私の学生の皆さんだけど、皆さんもソリディティ使った経験があったので、今日の授業内容、あまり役に立たないかもしれないですね。OK。じゃあ次、ソリディティをコンパイラーする場合には、ソリディティコンパイラー使う必要ですね。で、コンパイラーによって、これバイコードに変更して、このバイコードは EVM が理解できるのデータです。Okay, so Solidity compiler will compile the Solidity language smart contract into the bytecode data, and the EVM will understand the bytecode data. Okay, and today we will use the Remix online tool to run and compile the Solidity code. Okay, SOLC. In the Remix, we already have the Solidity compiler. So we only use the tool only. Okay. So now, 皆さんこのリンクをね、接続してくださいね。皆さんこのリンクをクリックして開いてください。で、ミックスね。で、じゃあ、これ、どうやってかな。私、ちょっとこの画面見にくいので、ちょっとこれを変更します。で、まずリミックス開いたら、この画面皆さんを見えますね。うん。で、このに、ワークスペイ、まずワークスペイをクリックして、で、create workspace、ね、新しいワークスペイを使います。で、このワークスペイ作ったのは、皆さんね、プロジェクトも考えてくださいね。一つプロジェクトを使います。このテンプレイはいろいろあるんですけど、今回、私たちは簡単なコードを作りますので、basic でいいです。Okay, you create space and choose the basic and name of your project. Yeah.
It's up to you. Any name is okay. And then okay. So after you finish, so it will create a basic files and folder for the basic project. ね、基本的なプロジェクトのファイルをとフォルダを作成されますね。で、この中にs.sol これは Solidity 言語で作成したファイルです。この中に construct を作成します。ね、この内容は、実験じゃないんですけど、皆さんちょっとね、簡単、皆さんもスマートコントラクトを開発できるようにやってほしい。で、これ教えますけどね。で、あと最後にも、ね、理論的にブロックチェーンの研究の方向、NFT とかについて紹介したいと思いますけど、これ2回、3回ぐらい実験のような皆さんも一緒にやりましょう。Okay, so are you okay? Okay, so now in this project, so we will create the data for this project. So I already upload the code in the source code in the Moodle. Can you please download the code? ですね。で、この Hello World のコードがありますので、皆さんの Hello World のコードをコピーしてやってください。ですね。まだダウンロードしないの方は、チャットボックからコードをコピーしてください。で、ここに一つのファイルを、新しいファイル作成してもいいですね。これ、construct のところに右クリック。OK, right click. And then new file. OK, so you can say hello world. That's where you can create a new hello world file for you. And then you pass the code in here. ね、ファイルをパスしてください。で、これセーブします。OK、皆さんここまで行きましたか？やっぱりですね、オンラインでこれ実験するのはね、自分でやってするちょっと難しいこともあるとわかります。で、今日、できるだけ私紹介ぐらいで、やって紹介ぐらいで、後でビデオを元にアップロードします。で、まだやるできないの方は、後でビデオを見て、そのビデオのやるの流れでやってください。ね、その通りにやってください。で、まだわからないんでしたら、次回に質問とかでして、で、後でね、私どうするの方が皆さん理解するのかちょっと考えます。OK? じゃあ、今までですね、ファイル作成できました。もう一度最初からね、まだできないの方。まずね、スライドに R のリンクを、皆さんそのリンククリックしてください。コピーして、このリンクをコピーしてもいいんです。で、リンクをコピーして、自分のウェブサイトブラウザで、このパスとして、このリンクを使ってください。OK? ここまで大丈夫ですか？で、そこに右クリック、ワークスペイのところですね。このワークスペイのところに右クリックをしてください。で、あとは New
ごめん、右クリックじゃなくて、ワークスペースのところに左クリックしてください。で、左クリックしたら、ちょっと Create、一番最初ですね、Create ところにありますね。で、Create Workspace。で、この Workspace には、Template Basic を作成、選んで、で、自分の Workspace Name、で、1とかですね。ネームをして、で、OK をクリックします。ですね。で、ここに、今から私たちは Solidity ファイルを作成しますので、So now we will create a Solidity code. So you go to the construct, 右クリック、OK, right hand click, and then new file. And then you can name the file for your code. But SOL. Any name is okay. And the name is SOL. Okay. And now go to the chat box to copy the code. Okay. And then pass the code into the hello world.sol file. いいですね。じゃあ、例えば今皆さんこれのファイルを作成できました。で、次は compiler。このファイルを compiler ですね。で、Solidity compiler のところにクリックしてください。Now click the Solidity compiler. Okay. And then click the compiler, the hello world show. Okay, so now you see some error, right? Okay. So now the syntax error Solidity ですね。So in this error, so we have the error. So this SOE, so change to small. In your course, I already changed to small, so maybe you don't have this error. But yeah, just remind you that the Solidity is small, okay? Small character. And then cell S, compile again. Okay, now the compiler is okay now. Okay, now you compile okay. Then go to the deploy and run transaction. So ね、このスマートコントラクトを実行するのときに、どんなアカウント、ブロックチェーンがね、皆さん参加するのときに自分のアカウントがありますよね。覚えてますか？そのアカウントには2つの鍵持ってますね。1つのパブリック鍵と1つのプライベート鍵ですね。そのパブリック鍵はそのアカウントのアドレスにします。だから、今、この環境の中に複数のアカウントが用意されました。じゃあ、一つのアカウントを使って、そのアカウントを、このスマートコントラクトをディプロイします。じゃあ、この人を、このアカウントから、このスマートコントラクトをディプロイしましたという意味ですね。So you select an account to deploy the smart contract into the blockchain ledger, and then you click the deploy ですね。で、デプロイした後に、この下に行って、このね、スマートコントラクトの Hello World のスマートコントラクトができました。で、この関数に get hello world。このスマートコントラクトの中に関数は get hello world の関数一つだけなので、これ get hello world あります。で、この hello world のは、してこの内容を表示するんです。OK?
で、Solidity Program Structure ね。まず、Solidity Version の宣言します。で、あとは各 Construct あります。例えばね、Construct の中に、まず、状態変数の宣言と、あと、Modifier、Event と、あとは各関数あります。その形で。ほとんど簡単な、ソースコースでは、一つのファイルの中に、コントラクトは一つだけを皆さん作成するのがね、管理しやすいのためですね。で、一つのコントラクト、一つのファイルを作成して、の形になっています。もちろん一つファイルの中に複数コントラクトも大丈夫です。Okay, this is the architecture of the Solidity file. We have the Solidity version and then many contracts. And in each contract, first we declare the variables and then modifiers, event, and the function, a list of functions. For example, the hello world. So the Pragma Solidity, this is to declare the version of the Solidity. And then this is the contract, the name of the contract. Okay. And then, okay, Solid version. This is the variable. 状態変数ですね。状態変数。variable. And then, this is the function. Okay. It's similar to JavaScript. And the begin and the end of each function is this mark. Okay, it's like C. Okay, 先 explain ね。皆さんスライド見ながらやっていきますので。で、compiler and then deploy. Okay. じゃあ、次。Now we are going to deeply inside the Solidity language. Solidity is an object orientation programming OOP language ですね。で、C と C 小さい C ね、大きいと小さい文字は区別してます。Okay. And the file is .sol. Okay. First, we need to use the pragma keyword to declare the version of the Solidity. And then maybe we need some comment. Yeah, it's like the other programming language. This is the one line comments and this is multiple line comments. And then we import the file. The other files are imported library. And then we declare the contract. で、あとは、タイプね。変数のタイプ。データタイプ。So we talk about the data type. We have booleans, integer, yeah. And the operation, we have the operation. いろいろね、オペレーションがありますね。comparison とか、bit operator とか、arithmetic operation とか。これは普段他の言語とも似てますので、皆さんやるときにね、調べてもいいと思います。で、注意してのね、データタイプね、イントとか uin とかであります。uin256 とか、uin8 とか、uin ね。uin は unsigned integer。で、int は integer ですね。で、最後に8256のは、このデータタイプは何ビットを使いますかという意味ですね。で、スマートコントラクトは変数と関数で構成されています。ね。function and variable ですね。で、まずは、これは Solidity version。で、これはスマートコントラクトの中の内容ですね。で、これは状態の変数。先に状態変数を宣言します。
変数には、まずはデータタイプ、その変数のタイプですね。そしてそれ範囲。これは、このスマートコントラクト範囲のは、パブリックかプライベートか、まだスマートコントラクトの内の中にだけ使うのか、その範囲使いますね。で、あとは名前。スマートコントラクトの名前ですね。で、もし、すでにデータをイニシャライズしたら、そのデータの値、最初の値は何の値のかをやっています。で、変数のタイプですけど、ストラクチャーのタイプもあります。皆さん、ストラクチャーわかりますね。他の言語もストラクチャーのタイプがありますので。あとは、モディファイアですね。これは、Solidity の新しいのデータタイプかと思います。私、JavaScript やってないので、JavaScript はモディファイアがあるかどうかわからないだけど、Solidity の中にモディファイアの目的は、あの、範囲、うん、この関数とか、そのスマートコントラクトが、どんな範囲、誰だけが、実装できるのか、ね、このスマートコントラクト実装できるのかですね。を決めるのためです。例えば、この get is の関数は、誰だけは、このスマートコントラクトを実行できるのかですね。誰でもこのスマートコントラクト実行して内容を見るのはできないとか、決めるのためにこの modifier を使います。In the Solidity, we use the modifier to limitation, the who can execute this smart contract, who can execute this function. So, to limitation, the user can do that. We use the modifier. So, more detail, I will talk in later. And then the event and enumerate this function の関数ですよね。で、次、状態の関数ですね。Solidity には、状態関数とメモリーの関数と2つの種類に、用意しています。状態、変数です。状態変数は、マイナーによってブロックチェーン台帳に永遠に保存するの変数です。で、メモリ変数は実行時にのみを使うの変数ですね。この変数の値はブロックチェーン台帳に格納していないの変数ですね。で、状態変数はモディファイアと合わせて使用できます。で、モディファイアはインターナルとかプライベートとかパブリックとかコンスタントとか使えます。やってみないとね、なかなか覚えにくいです。Solidity は、ごめんなさいね。Solidity and variable, we have two types of variable, status variable and memory variable. The status variable, this is the variable that's, the values of that variable will be stored in the blockchain ledger. And the memory variable, so for the calculation only. For calculation inside the function or inside the smart contract only. And this value will not be stored in the blockchain ledger. Okay. And usually the status variable will go together with the modifier to specify who can edit the value of this variable. ね。Solidity 言語ですね。複数のデータタイプがあります。boolean とか、uint、integer とか、bytes とか、address、mapping とか、enum と structure とかですね。あります。これ、マッピングは、もしかして、Solidity の新しいのタイプかもしれないので、あとね、マッピングとストラクチャーを注目しても説明しますね。アドレスは、uint と、string とかも似てるデータタイプですけど、その、ね、アドレス、だいたい Solidity の中に一つのユーザーには一つのアドレス持ってますね。で、そのアドレスを示すのために、アドレスタイプを使います。
さっきね、Hello World の関数を作成しました。じゃあ、ここまで皆さん質問がありますか？質問ないの方は手を下がってもいいんですよ。で、これから質問がある方、手を挙げてください。OK ないんですね。じゃあ続きいきます。じゃあ、今、さっき皆さんは、この Hello World の関数、スマートに作成しますんだね。で、この Hello World の関数には、クリックしたら、これ、変数、テキストの変数ですね。の内容を表示をします。じゃあ、今回、もう一つの関数を作成してください。その関数は、もともとイニシャライのデータは Hello World でしたけど、これ、新しいチェーンテクストですね。チェーンテクストの関数を実行したら、入力のデータをアップデートして、で、そのアップデートしたのデータを表示する。OK? うん。例えば、例えばですね、この getHello の関数 getHello は、で、チェーンテクストの関数には入力して、ストリングタイプにして、hello にチェンジしたら、この getHello はこの hello になっています。皆さん見えますかね？うん、で、例えばですね。で、チェーンテクを実行した後に getHello はこの新しいのメッセージを表示します。じゃあ今回このチェーンテクスの関数を作成してくださいという意味です。最初だから皆さんまだできないかもしれないけど、ちょっと説明しますが、ですね。で、この先のテクストに、stay variable と名前したんで、これ変数の名前はどちらでも大丈夫です。で、stay variable ですね。で、この getHello で、チェーンテクストのね、チェーンテクストを、これ関数、フンクションチェーンテクスト。で、このチェーンテクストの、インターナルの関数ですね。変数ですね。これはテクストの変数にして、で、タイプストリングです。ね、だから、外から入力するデータは、このテクストの変数に、保存します。で、あと、この stay variable、これ stay variable 変数の stay variable ですね。このテクストの変数の値とにアサインします。で、これで終わります。で、この関数を実行した後に、この chain stay variable の値は、今回はこのテクストの値になってますので、はい、皆さんこれを書いてください。新しいね。チェーンテクストの関数。で、中にタイプはストリングですね。で、この変数は、テクスト、どっちもいいです。私、自分のスタイルですけど、わかりやすいために関数から入力の、テンポラリーの関数の変数は、これ、スコア、これね、アンダースコアを先に作成します。で、これ、stay variable ですね。この変数。以降、この text にするだけで終わります。ですね。で、保存して、
これじゃあ皆さんこれ Hello World の。で、終わった後に、次 compile ですね。compile Hello World。compile した後に、すべてをこれでします。で、deploy します。で、deploy したらこれ、ね、はい、皆さんちょっとね、5分ぐらいやってください。じゃあ次は関数ですね。関数は、エテリウムとソリディティの、面のものですね。一番大切なものです。So next we talk about the function. Function is the main part of a Solidity code. Okay. で、関数の中にね、コントラクトの関数を呼ばれているんですが、これはトランザクション、取引が生成されるによって、状態変数の値が変更される。ちなみに、関数の目的よね。その状態変数の値は変更するとか、そしてデータを表示するとか、そうですね。で、関数のルールですね。まずはファンクションのキーワードと、あとはファンクションの関数の名前、ファンクションネーム。and then、括弧ですね。括弧、入力の変数。input variables. And remember that in the input variable, you should declare the type of the data and then the name of the data, the name of the variables and the type of the variable, okay? And then maybe you have the modifiers keywords, some modifier function, and then the returns keyword. If this function need to return some values, okay? And in the return, 括弧 is 戻る変数ですね。あります。例えば、we have the function get is, the type is the address, and this is the variable person identifiers, and only by is the modifiers, and payable, and external, this is some keyword. Is if it is necessary, so we have this keyword. And then the return type is the UN, for example. Okay. Okay, so next, another hand also run the code in the file chapter 3 by contracts and then include the keyword pair. Okay, so next, first, just run the bytecode file only. And then next we will do so. You send to the code in here. Oh, the message is too long. Okay. Okay, I send you the file. Please copy the content in the file
in your code. And then after you copy the file in the code, so please compile. Okay. And I want to here, the compile here, so OK、ちょっと皆さん注意してほしいね。このコードを Solidity の 0.4.19 のバージョンを作る、使用すると Declaration あるので、これ、Compile のところに、ちょっとこれをクリックして、バージョンのところにクリックして、0.4.19 を選んでくださいね。今、いろいろ新しいバージョンもあったんだけど、これのバージョンを選んでください。で、選んだ後にちょっとコンパイルします。まあ、これいろいろワン人だけど、ワン大丈夫なので、ね、気にしないでいいんです。Okay, and then you deploy it. And we have the smart contract in here. Okay, so in your code, I think in the get by AA, we do not have the view keyword in here. Okay, it's similar to the other function, have no keyword view. So it's going to display like this. And then if you この関数を実行したら何も表示してないんですね。中身にデータがあるんだけど、表示してない。で、あと、この byGet by AA の関数に view のキーワードを使ったら、この get by AA ですね。うん。で、まずこれはグリーンになってて、で、これね、ブルーね。で、これデータを表示する。で、by 1ですね。AA はがこれですね。by 1のタイプで、これ65ですよね。OK? で、ここ、view を実行したら、何か見えてると、まずね、view の目的の一つですね。その関数の値を表示、ね、見されるのためですね。表示するための大切なのキーワードです。あと、まあ、このエクサンプルはまだ見せないんだけど、ビューのもう一つの目的は、この関数ですね。見るためだけの関数と言います。見るためだけの関数で、このビューキーワードがあるの関数には変数をアップデートができないの関数です。For the view variable in the function that we have the view, so it means that in this function we cannot update the data. This is only C, yeah, only display function, cannot update the values. OK? はい。じゃあ次に行きましょう。次は structure。structure はね、複合データ型で異なるデータ型を持つ複数の変数から構成されます。ね、structure は、あるもの、またある人に関連するデータをまとめて保存する。例えば、企業さんの名前、年齢、と銀行口座などとかですね。例えば、このストラクチャー、マイストラクですね。で、マイストラクの中に、これ、まず、名前、生年月日、年ね。と、あと、メリッジの状況とか、そしてバイングアカウントナンバーとかね、いろいろデータがあります。で、OK、皆さん、ストラクチャー大丈夫ですか？じゃあ次、大切なのはね、modifier。修飾詞、modifier ですね。modifier は対象の関数が実行される前に呼び出される条件関数です。
So the modifier is the conditional condition that execute a function. Okay. So for example, we say modifier only by modifier ですね。この modifier は MSG sender equal person identifier、にします。じゃあ、この modifier どのように理解したというと、この if ね、このスコアですね。ちょっとごめんね。これアンダースコアですね。このアンダースコア意味は、ここから関数を実行するという意味です。で、この modifier であったら、この関数を実行するの前に、この条件を確認します。if MSE sender equal person identifier かどうかを確認することです。ですね。例えば、この関数、get age の関数ですね。この address person identifier とかで、only by の modifier があって、で、payable external return とかでやってます。で、また関数の中にいろいろ実行してますね。実証しますね。で、この関数どういう理解したら、この関数を実行するの前に、ちょっと only by の条件をチェックします。only by 条件は、この personal identifier ですね。入力するの personal identifier は、この sender したかどうか、sender、このメッセージを送った人かどうかを確認します。ちなみに、この guess A の関数をチェックするのは、この関数、このデータに、送った人だけはこの関数を実行できます。他の人はこの関数を実行できないという意味です。大丈夫ですかね。So I explain in English. So for the modifier is the conditional to execute a function. So for example, this is the rule of the modifier. So the name of modifier and the condition and this underscore. The underscore here is mean that from now we execute the function. So it means before execute the function is to check this condition. Okay. So for example, how the modifier can be used in this function. So now we have the function, the get age, only by modifiers, payable, external, and returns. Okay, now, so in this function, it execute a lot of commands in here, but before it execute the function, is to check this modifier. It means that it check whether the person identifier here is equal to the sender address or not. So it means that this function, only the sender can execute this function. The other people cannot execute this function, cannot get the age of the members. Okay. OK。じゃあ、他のいろいろモディファイアも、もっと簡単なモディファイアあります。もうすでに Solidity を用意されたモディファイアですね。Public ですね。外部内部から関数への直接アクセスが可能です。誰でもね。Public ですね。外部、細部、誰でもじゃなくてごめんなさい。外部と内部からの関数へ直接アクセスができます。で、インターナルのキーワードは、現在のコントラクト、スマートコントラクト、または、継承するコントラクトのみが関数への直接アクセスができます。で、プライベートは、現在のコントラクト内のみは、ね、この関数を実行できます。エスタノは外部から関数を直接アクセスできますという意味。で、関数はコントラクト内の状態変数を変更できますが、変更できないように次のモディファイアを追加します。ですね。で、普段はね、関数はコントラクト内の状態変数を変更できますけど、まあでも、時々このスマートコントラクトを実行してるけど、中身の
変数を変更しないように守るのために、このモディファイアを使います。constant, view, for, payable とか使います。まあ、view と poor とがちょっと似てるので、まあね、今回 view に注目説明しますけど、まあ、constant が意味はね、これは constant もわかりますね。この view と poor は、これは、表示するためだけ。変数を変更できないという意味。payable は、ですね。この赤は払う、できるかどうか、支払う、可能かどうかを確認するんですね。で、確認するだけ、変数の値を変更できないという意味です。後でね、だんだん皆さん、自分でやったらわかると思います。じゃあ、マッピング。ね。マッピングは、皆さんはディクショナリーと似てる仕組みを理解してください。ね。ディクショナリーわかりますか？実証、で、ルールはまずマッピング。で、これは鍵のタイプ。で、このマークとデータタイプですね。そしてマッピングの名前にします。これマッピングも、これは一つのデータタイプです。だからこのデータタイプ、マッピング、これデータタイプですね。これ、変数の名前。この変数は、タイプはマッピングのタイプと理解してください。OK? これマッピングですね。So when we talk about mapping, so please, it's similar to the dictionary when you use a dictionary. So the dictionary, you have a keyword, right? So based on the keyword, you can search for the data related to that key. Yeah. So for the rule of the mapping, so we need to use the keyword mapping and then 括弧 and then key, the type of the key, data type of the key, and then the data type of the data that you want to search. And then all of this is the type of the mapping data type. And then the name of the variable of the mapping type. Okay. Okay, so now, 皆さんちょっとこれね、時間かかるかと思いますので、このスマートコントラクトを書いてください。Write a smart contract to add and view members of a class. Add and view member of a class. For example, cybersecurity class. And the contract has two functions, add member and the view member. The member includes information such as the ID, the name, and the score. Okay? You get it? ね。今この関数を作成してくださいね。関数作成したら終わりですよね。で、例えばこれは、student number, ID。で、この student number によって、まず name, score。この人も name, score。Okay? You get it? So we have the database, like this. For the ID, we have name, score. This is database. For example, this database of the class. For example, 0001, the name is Yokota. The score is 100. And 0012, the name is
の中、the score is 99, for example, is like this. That's the purpose. And then,英語大丈夫ですね。ちょっと簡単なの英語なのでね。ちょっと英語、日本語、両方説明するちょっと、時間もかかりますので、じゃあ、よかったら、のしまね。で、そう、このスマートコントラクトには、まず、メンバーを追加する。add member. Okay. So in smart contract, we have the add member function. Okay. And then the view member function. 書いてくださいね。で、add member には、okay, so we need to add some data and then it will add into the system. Okay. And the view member, so only view. So the view member, maybe you input the keyword ID and then you can view the information of that member. Okay? You got it? で、これ、10分で皆さん考えてやってみてください。で、全部終わってなくてもいいんですけど、10分のまで、どこまでできた方は、10分後にできた方は、ちょっとスクリーンショットを撮って、チャットボックスに送ってください。私は、皆さんどこまでやってできるのか、ね、確認しますので。スクリーンショットを送って、あと点数にもします。やってみてください。やりながら、ちょっとスライドを見てやってみますね。